どうも。同人ゲーム語り部です。このチャンネルでは同人ゲームを対象に毎回一つのゲームを取り上げ、紹介、考察などしていきたいと思います。同人というジャンルであれば有料、無料にこだわらず様々な作品を紹介していく予定です。フリーゲームも同人ゲームの位置づけにしています。さて、今回紹介する作品はこちらです。リアル、×アンリアルの世界へようこそ。ループ。公開日、2012年。ジャンル、ノベルゲーム。プレイ時間、約3時間。難易度、簡単。値段、1000円。制作、クレオソフトウェア。初の有料作品かつ、ノベルゲームの紹介となります。有料だけあって、良質なクオリティ。通常相入れない推理と能力を融合させた意欲作です。それではまず、ストーリーの概要から説明します。冒頭の紹介にとどめ、ネタバレは控えます。ご安心ください。日々学業に勤しむ大学生、市松明人。大学で試験やレポートをこなし、親友と他愛ない会話する。どこにでもいる青年。しかし彼には人に言えない秘密がありました。それは彼だけが持つ特殊能力。市松明人は他人の会話を盗聴できる能力を所有しています。そんな日々を過ごす中、一つの変化が訪れます。平和な街で起きた一つの殺人事件。彼の命運を左右する出来事へと発展します。推理好きが高じて興味を持ち、事件を調べていた明人。警察も手を焼いている模様。同じくこの事件に興味を持ち、明人に接触してきた女性。九条ミリア。非の打ちどころのない優等生。そんな彼女に盗聴を仕掛けたところ、これまで一度もバレたことのなかった技の能力を見破られてしまいます。注意深くミリアに接近する明人。彼女から次の事実を告げられます。彼女の能力は察知。他人の発動した能力を察知することができるというもの。これで自分に向けられた盗聴を察知したのです。そして察知した能力の中の一つで大変厄介な能力、盗賊。殺した人物の能力を自分のものにできるというもの。能力を持っている以上、盗賊に殺される危険性がある。そのため、ミリアから共同戦線を結ぶ提案を受けます。明人はそれを承諾し、共に盗賊を探し出すことに。果たして明人は犯人を見つけ出すことができるのか。盗賊は一体誰なのか。今、能力者による心理戦が始まる。続いてはキャラクターの紹介に移らせていただきます。市松明人。このゲームの主人公。能力、盗聴、が使える大学生。余談ですがこの能力は PS ホラーゲームの傑作、サイレンの視界ジャックをヒントにしているとのこと。これは文字通り他人の視界をジャックする機能。自分を見ているキャラの視点を盗み見ることができるというわけです。ノベルゲームでこの要素を作るならば、視界ではなく聴覚のみの方が得られる情報の制限がかかってシナリオ展開させやすいと思った、と語っています。独自の盗聴ウィンドウの演出もなかなかいい味を出しています。一度に多くの人の声を聞くことの大変さをうまく表現できている演出だと感じました。このように一度に大量の情報が入ってくるのは、プレイヤーには難しいのでは、という意見も出たらしく、結局は目新しさを優先する方向に舵を取ったようです。これは、この情報を処理している主人公が、ただ能力を持っているだけではない超人的な要素を持つ人間に描きたかったという狙いもありました。そんな能力を持つ彼ですが、今回の事件に関わったことを内心ではこれまでになかった刺激と捉え楽しんでいる様子も。プレイヤーは彼と同じ視点で行動し、犯人、
すなわち盗賊が誰かを推理することになります。九条ミリア。能力、察知、が使える大学生。冒頭で紹介したように、アキトの能力を察知したことをきっかけに、能力者同士で共同戦線を組むことに、察知した能力を教えてくれたり、一緒に犯人を推理したり、アキトの良きパートナーとして活躍してくれます。改めて、本作の進め方を紹介しましょう。本作の最終目的は、九条ミリアと共に能力者、盗賊、を探し出すことです。前提条件はゲーム冒頭である程度開示されています。他、ゲーム進行で得られた情報をいつでもメニュー画面で確認することができます。これらチェックスと、シナリオ進行で得た情報を収集、犯人を推理することになります。選択肢はほぼ発生しない一本道シナリオです。揃った情報から最終局面にて犯人を指定します。簡単ですがゲームの進め方は以上です。ここでは本作の評価すべき点を挙げたいと思います。なんといっても特筆すべきは物語の設定そのものでしょう。大変意欲的、挑戦的な作品だと思います。推理と能力、リアルとアンリアル、それら二つが見事に融合した作品と言えます。本来、推理作品に超能力の類はあってはいけないもの。アリバイやトリックが何でもありになってしまうことは想像に難くないでしょう。呪いだとか天狗だとかたたりだとか出てきたとしても、そんなものあるわけない、犯人の仕業だ、となるのが定番ですよね。しかし本作は違います。能力をこれでもかと詰め込んだ推理作品です。何でもありで推理どころではないのでは、推理ゲームとしての品質が悪いのでは、そんな声が上がるかもしれませんね。普通の推理作品と同じ目線で見るとそうかもしれません。しかし本作では前提から違います。ストーリーのあらすじ説明でわかるように、本作では、ゲーム開始早々で主人公、及びその周囲が何らかの能力を持っていることを開示しています。つまり、開始直後に、普通の人間が能力を使えることを前提で推理してくださいね、というメッセージなのです。普通の人間のわずが能力を使えたことが判明する推理と、最初から能力があること前提で推理するのでは、全く意味合いが異なりますよね。それでも、何のヒントもなく能力持ちの登場人物の中から盗賊を探し出すのは至難の業でしょう。そこで九条ミリアの持つ察知がキーになります。これは周囲の能力者が持つ能力を察知する能力。彼女の存在は、主人公がこの殺人ゲームに巻き込まれるきっかけを作ると同時に、大変親切なチュートリアル役を担っているということでもあるのです。しかも、盗賊は無能力者を殺すと自分が死ぬ。といった具合に、彼らが持つ能力は万能ではありません。多くは何らかの弱点、制約を持っています。これらを踏まえるとどうでしょう。推理と能力の融合という言葉がしっくりきませんか？公式サイトではこのように歌っています。推理と能力の2つの融合を本気で考えたノベルゲーム。推理する上でのルールは用意してある。と。まさにその言葉に偽りなし。推理物も、能力物もどちらも好きという方にはぴったりの作品だと言えると思います。なお作者様曰く、影響を受けた作品は様々ですが、本作を作る直接のきっかけになった作品に、十角館の殺人、を挙げています。古い作品ですが傑作ミステリーとして知られており、コミック版も発売されているようです。実は私も未読ですが、良い機会なので読んでみたいですね。ところで少し話は変わりますが、ノックスの実戒、という言葉をご存知ですか？ノックスの実戒、とは、イギリスの推理作家、ロナルド・ノックスが1928年に発表した、推理小説を書く上での10のルールです。2番目に注目してください。
本作はその実回とやらに思いっきり反していることがお分かりいただけるかと思います。ちなみに、推理小説、そして誰もいなくなった、もこの実回を破っていますが、今でも多くの人に愛される名著です。新しいものを生み出すには、セオリーだとか常識だとか、そういったものに惑わされないことも大事。本作はその一例だと感じます。実際、本作以外に推理と能力の融合を謳っている作品はあまり聞いたことがありません。評価したい点は設定だけではありません。続いては音楽に関してです。ノベルゲームはゲーム性という要素は薄くなるため、音楽にはぜひ力が入ってほしいところ。その点、本作はその心配はありません。全てとは言わないまでも、両曲が揃っています。楽曲数も全体のボリュームから考えれば多めです。中でも、物語の重要局面で流れるこの曲は盛り上がるシーンということもあり、私のお気に入りの曲の一つです。作曲者はなんと合計4人。きっとお気に入りの曲が見つかるはずです。ゲームを起動することでサントラ代わりにもなりますね。ここからは問題点と判断した要素を説明しましょう。最大の問題点はそのボリュームにあります。プレイ時間は普通にプレイしてだいたい3時間ほど。読み物としては少々物足りません。本作が有料、同人ゲームということも考慮が必要です。短く綺麗にまとまっているとも言えますが、やはりもっと長く推理を楽しみたかったのが本音。もう少し掘り下げてもよかったんじゃないか、そう思えるイベントシーンもいくつかあり、プレイヤーの脳内で保管するしかありません。もう1点挙げるとすれば、エンディング分岐。本作はマルチエンディング方式を採用しています。本作はほんの少しだけ選択肢があり、それによってエンディング分岐が発生します。ここまではまだわかるのですが、選択肢をどう選ぼうがその時の会話がわずかに変わる程度の変化しかありません。ストーリー上の分岐は起きないのです。そして、ゲームの最終局面までほとんど変化がない上に、エンディングだけ、分岐が起こるのがどうも違和感。わざわざ選択肢を入れてまでエンディング分岐が必要だったのかと少々疑問に思います。最後はキャラクターの個性という点です。本作では、主人公やその他キャラクター含め、全体的に個性が薄味と評価されがちです。もちろんキャラごとに個性をつけようとして会話を工夫するシーンは見られます。思うに、3時間程度という短いプレイ時間ではキャラの魅力を引き出すには少々足りなかったのでは、と感じます。また、ゲームのプロローグはまだしもそれ以降は基本は推理パートが続いていくため、いまいち個性を作りづらかったようにも感じます。総評に入ります。ループは本来相入れない、推理と能力の融合というテーマに果敢にチャレンジした素晴らしいノベルゲームです。推理作品も好きで、異能バトル作品も好き。そんなあなたにはぜひおすすめしたい作品だと言えます。当時は値段と比較し、やや物足りないプレイ時間でしたが、今なら DL 版が200円と破格のため、ジュース代を我慢して購入してみてはいかがでしょうか。お疲れ様でした。本動画の紹介は以上です。興味を持ちましたら高評価とチャンネル登録お願いします。動画作成の励みになります。ご視聴いただきありがとうございました。